漠然とした風評で家庭連合と信徒が差別されたり排除されたわけではないんです。したがってその誰が何の目的で、あるいはどうして加害したのか、これをはっきりさせなければいけない。3つの立場。これが加害に加担してしまったと。3月に、公正公平の記者会見というのをされましたけれども、この背景に、いわゆる差別と排除が存在するんだということをおっしゃられていたことが非常に印象的だったんですけれども、その背景というのはどのように？これはですね、まず定量的な調査、検証といったものをやったのと同時に、定性的な質の問題に関して私は取材、どちらも行ったわけです。その中で、まず、一世と言われている、最初に信仰を始めた方、それから二世という、お父さんお母さんが信徒である方々。この方たち、かなりの数、これは東京に限らず地方も調べましたけれども、かなり過酷な状態になってたと。その過酷さというのが単にお金の問題であるとか、目に見える形の問題だけでなく、精神的に非常に追い詰められていらっしゃった。これを目の当たりにしてしまったので、なぜその迫害と言っていいでしょう。その差別排除といったものが生まれたのかというのを考えざるを得なくなったわけですね。差別、それから排除というものは、人々が漠然と自然現象のように被害を被っているのではなく、確実に加害する側というのが存在するんです。例えば、ハンセン病という病気が昔非常に差別されました。それは、例えば皮膚がただれる。そしてそれが非常にひどい状態になるということで、まるでこの世のものではないというふうに、そしてそれを感染した人は非常に悪いものである、汚れであるといったものが原因として差別されたんだよと言います。とても漠然とした説明のされ方です。でも実際には国の政策、医師の対応、当時宗教者の中にもそういう人々を差別する人がいました。あるいは差別して排除して目に見えないところにその人たちを孤立させる。これが正しいことだとされる。つまり差別排除というのは漠然と発生しているんではなくて、加害、原因を作っている人が確実にいるということです。この信徒に対する、あるいは教団に対する差別迫害、排除といったものも漠然と行われているわけではないということです。これが非常に重要な点なんです。例の先ほどお話をした扇動の循環構造、これを思い出してください。これは活動家、マスコミ、大衆、この三者がそれぞれの理由で動いていました。これが加害です。原発事故があった時も同じです。漠然と不安が生まれたわけではありません。誤った情報、人々を扇動する情報を作り出した人、それを拡散して拡大して、それが正しいものであるように虚構で生み出したマスコミ。そしてそれに事実に触れず、事実を拒絶して沢に立てた人々。この三者の構造が加害構造になっています。つまり、漠然とした風評で被害が生まれているわけではないんです。漠然とした風評で家庭連合と信徒が差別されたり排除されたわけではないんです。したがって、その誰が何の目的で、あるいはどうして加害したのか、これをはっきりさせなければいけない。これが、すべてなぜ検証しなければいけないのか。これは暴走報道ということで報道にスポットライトを当てた、そこに注目した検証ですけれども、そこで明らかになっているのは、
この三者、三名、三つの立場、これが互いに加担してしまったということですね。その中で、最もその活動家と言われていることは全国弁連ですね。これは事実だと思います。それとマスコミ、そして大衆、そしてそこで生まれた風評のように思われているけど、実際には意図的、恣意的に加害が行われたと。そして風評が生まれてきたんだということですね。これははっきりさせないといけないと思っています。よくあるですね、報道の中で一部の表現ばかりが取り上げられる。現状が無視された結果、その2世を含む1世の方々が、実害を生んでいるということを認識されながら、どう対策すればいいかという。これはとても難しい問題だと思います。というのが、この扇動の循環構造と言われるものは止まらないんです。それが止まる時っていうのは何かといえば、人々から飽きられる時なんですね。でも、じゃあその循環構造が止まって人々が飽きたからといって被害は救済されません。つまり、加害が止まるということ、それとあと被害が救済されるということ、これは全く別の次元の話、これが二つ並んだ状態になっているということですね。で、正直に言えば大衆のすべてが家庭連合、それから旧統一教会に関心があったわけではありません。極めて一部の層の話です。ところが、ではなぜこのような被害が生じる結果になったかといえば、多くの大衆はこの話題に積極的に関わっていいことはない。それと、家庭連合が確かに糾弾される、悪いと言われることに疑問を持つ場面があったとしても、それを口にすることによって自分が吊るし上げられる。自分が攻撃される。それは実際に、太田さんの話をしました。番組に出た太田さんという方がそのような立場を取ったときに吊るし上げを食らった。そして代弁者と言われたと。このような事態が自分にも降りかかってくる。だったら家庭連合の話題は見て見ぬふりをして大衆全体で騒いでいるような状態の中に身を投じた方が圧倒的に得だし楽だというふうに思ったでしょう。そして本当はそんなに関心がなかった。関心がないけど無関心を装ってその関心がないというのは本当に関心がないというよりも同調していれば火の粉が飛んでこないという関心のなさだったということですね。はっきり現れたのが辺野古で沖縄で、共産党系の活動家が、修学旅行生を、米軍基地を建設する反対運動の工事船に乗せてそれが転覆沈没して亡くなられた事故、これによってそれに加担していた牧師が日本キリスト教団の牧師で、日本キリスト教団って実は共産党と深い関わりがあって、それを単に牧師が個人的にやってたんじゃなくて、教団丸ごと公の教団の目的として行ってたんだということまで分かったときに、気がつく。そろそろ言っていいぞと。家庭連合に対して冷静になっていく。相対化して家庭連合はこういうことを言われた。でも家庭連合が悪いんじゃなくて、実は日本キリスト教団っていうのも随分悪いねと。我々の社会をおかしくしてないかと言われ始めましたね。で、冷静になってみると家庭連合への報道がおかしかったと。あの時の論客と言われてた人たちが偏ってたっていうのもやっと分かってきた。したがって今になってこの扇動の循環構造の家庭連合に対するバッシングというのは
止まったと言っていいでしょう。あるいは減速した状態と言っていいでしょう。でも、家庭連合の信徒は名誉回復していないし、いろんな弊害が出ている。特に解散命令ということで、教団は解体されていると。これを救済する手段というのは取れてないわけですよね。で、ここが難しい問題だと思います。家庭連合問題というのはとっくに飽きられた話題だった。だけども救済されない。どちらが大切かと言ったら、それは現状の被害を救済する。せめて名誉を回復させて、もう一度この人たちの存在、家庭連合と家庭連合の信徒の存在をどのように社会が解釈するかというところからやり直すと。この問題が解決するというのは、この家庭連合の名誉回復、あるいはもう一度社会が関係性を問い直す。スタート地点に戻ることですから、したがって、この虚構が生み出すバッシングというものの解決というのは、非常に難しい。それこそ国がやった解散命令、それから国が乗った、バッシングですから、国がもう一回旗を振って反省会をやるしかないんですね。しかし、やれそうもないですね、そういうことは。なかなか実現できない。こういった問題を残してしまったということですね。同時に宗教というものはカルトである、宗教イコールカルトという印象を生んでしまいましたから、家庭連合だけではなく、他の様々な新しい宗教、総じて今、この問題に直面しているんではないかと思います。辺野古の話を今されましたけども、辺野古問題の背景にある、いわゆる左派、リベラル派っていったその左翼ですよね。いわゆるそういったものが垣間見れてくる。いわゆるその左翼のダブルスタンダードが今問題になっていると思うんですけども、そこにおいてどのように？ダブルスタンダードなのかって言ったら、もしかしたらダブルスタンダードすらない状態じゃないですか。これは本来であれば、思想上あるいは政治的イデオロギーの左側か右側かの問題ではなかったはずなんです。振り返ると、これは安倍さんが殺された、暗殺された問題というのが、先ほど2世の問題にすり替えられた話をしました。そしてそれが政治と宗教の話にすり替えられた話がしました。もっと単純化するとですね、これはなぜかですね、安倍さんが暗殺されたこの問題が全国弁連によって消費者案件にすり替えられているんです。全国弁連は、背景が政治的な左側の背景があると言われています。しかしそれを表に出さずに消費者問題であると。献金は消費者問題であるというすり替えを行ったんですね。彼らダブルスタンダードというよりもですね、正体を隠してやっていた。そして本来であれば宗教を社会がどう接するか。宗教のそれぞれの活動、それからそれぞれの信徒の行動を社会がどういうふうに見るのかというのは、イデオロギーの左と右の関係とは関係なかったわけです。でも、全国弁連は自分たちのイデオロギーを、正体を隠して消費者案件という一般的な話で進めた。だからみんなこの話に興奮してしまったんだと思うんです。今回の辺野古の事故、こちらは今左側が責められています。それは右側から責められているんではなくて、真ん中から右側すべての人々から責められている。ですから、これもですね、左か右かの問題として捉えるんではなくて、それこそもっと一般的な問題として捉えていってもいいんじゃないかとは思いますね。全国弁連さんがそういうふうにやったのならば。今、
膿を出さなければ、この左側から右側への攻撃というのは、宗教への攻撃というのは止まらないだろうと思いますね。ただ、辺野古の問題と家庭連合の問題に何が違ったかというと、家庭連合の問題では、政権、自民党が正当性を問われて責められました。辺野古の問題は、政権は責められていないんです。で、もしですね、政権が家庭連合の問題で責められなければ、解散命令請求までいかなかったでしょう。したがって、政権が追い詰められない今回の辺野古の問題では、そういった流れにはならないでしょう。ここが政治の左右といったものよりも一番核心の部分じゃないかと。じゃあ、それはどういう現象かといえば、今の高市さんの政権、そして自民党が辺野古の問題を放置するのであれば、あるいは家庭連合に対して行ったように、日本キリスト教団を質問権行使であるとか、解散命令へ持っていかないのであるならば、これはこの問題を大した問題ではないと考えているということになります。家庭連合の場合、大した問題ではなく自分たちに火の粉のかかる問題だと思ったから解散命令に舵を切ったんです。ですから、ここからは注目していった方がいいんではないでしょうか。私は安易に日本キリスト教団も解散させられていいものだとは思っていません。そこにはたくさんの信徒さんたちがいる。それから真面目に活動されている牧師さんたちもたくさんいる。その中で悪質な行動が事故という事件を起こしてしまった。ですから安易に解散させてはいけないと思っています。しかし、今から政権がどこまで真面目にその宗教と直接関わるのかといったことに関しては、どこまで切羽詰まって社会との関係を考えるのかということに関しては、注目して、そしてそれがもし動きが足りないというのであるならば、声を上げていかなければいけないと思っています。家庭連合報道の過熱ぶりと対照的に、日本共産党の2世問題が抹殺される現状や、安倍元首相の悪魔化が続いている、どのように考える？実は今回の問題、家庭連合問題で2世という言われ方をしたので、同じ私が今までいろいろ調べてきたものの中で非常に気になっていた共産党2世問題というのを、検証暴走報道の中では比較対象するために取り上げています。で、報道は一切共産党2世問題を取り上げていません。で、これはなぜかというのを実は私は直接体験したんですが、この本の内容の一部ですね、をある大手出版社から声をかけられて、企画が途中まで進みました。ところが、いや、この問題ダメですと、出版できなくなりましたと、企画をなしにしましょうと言われたんです。なぜですかという話を聞くと、なかなかはっきりと説明してくださらなかったんですが、編集者が。それは共産党2世問題に触れていたからです。共産党2世問題に触れないということは、共産党が怖い。その本が書店に並んだ時、どのような暴力的な抗議活動に遭うかわからないということを暗に言葉を濁しながら説明されました。出版社がです。抗議を受ける。はい。で、書店も被害を受けると。そういう話がありました。で、この最大の問題は何かといえば、家庭連合の2世問題、あるいは新宗教の各宗教における2世問題というのは、改善すべきところがあるならば、親御さんあるいは教団は改善すべきでしょうという提案があったはずなんです、そこには。で、実際家庭連合さんの様子を見ると、あのような2世報道があった後に随分と空気が変わったなというのは取材していて感じます。問題はいつまでも公表されない、パンドラの箱の蓋になっている共産党の問題です。
彼らは蓋を閉じたままですから、共産党2世問題がいつまでも客観的に検証の対象になっていない。つまり、いつまでも救済されないということです。家庭連合さんは確かにありえない作り話の偽報道も多かった。ところが、実際にそういうことを言ってらっしゃる方もいる。そういう中で、変えよう変わろうという態度が、はっきりとやっぱり教団側に現れていた。動いていた。それは風通しを良くするということで意味があったと思うんです。すべてがネガティブな話ではなかった。その中の何割かではあっても風通しを良くする効果があった。ところが共産党の場合には全くそれがない。それを行おうとすると攻撃される。これは辺野古の問題、辺野古事故の問題、おける批判に対しても蓋をし続けている共産党。つまり彼らにとってはいつまでも成長がないし、自浄作用も発生しない。こういった問題につながっていくんではないでしょうか。とてもそれは彼らにとっても不幸なことだと思います。で、2世の方々はどういったところで抜けれないということなんですか？どういう立場ですね。お父さんお母さんが共産党の党員だからといって必ずしも党員になるとは限らないんですが、その成長過程においてかなり共産党に翻弄されている方が多い。それはまさに辺野古の事故で明らかになりましたが、平和学習的な価値観が家庭である。あるいはジェンダー問題。これは生まれて時にやはり性的な違和感を感じているお子さんというのも共産党の家庭にはいらっしゃいます。共産党は以前同性愛であるとかそういったものを非常にバッシングする立場にありましたので、家庭内でもそれは親子関係ではありえないだろうというぐらいのバッシングと嘲笑を家庭内でそういう子供たちが受けていた。あるいは読む本、あるいはエンターテイメントみたいなものを非常に親の価値観で選別が激しすぎて、例えばどこにでもある漫画本、これさえも読めなかった子たちがいるし、あるいはある家庭では赤旗、この人たちが取りまとめている文なんでしょう。それの読者が一気に減ったと言います。多分何らかの力関係で購読をさせていた人々が一気に抜けていった。そうしてかなりの額の損害が出てるわけですけども、それを個人がなぜか埋め合わせをしなきゃいけなくなった。そのお父さんお母さんが埋め合わせをするために子供がお小遣いをもらえない期間が長期間にわたってあった。それで子供が自転車のタイヤがパンクしたんで修理に持ってきたいと言ってお金をくださいと言ったら殴られたっていうんですね。こういったものを、実際に取材して出ています。我々はこういったものに対して一般の大衆は今までカルトと呼ばれる宗教の中にだけあると漠然と言ってました。実は違う。むしろ宗教ではなく共産党2世問題、共産党家庭の中の方にこそ多そうな状態だというのが、でしかも非常に暴力的です。殴る、蹴る、馬鹿にする。こういった暴力が私が少ない取材とはいえ、この共産党に関しては数十名単位でしかありませんけれども、このぐらいの規模であっても出てきている。これは私が取材した宗教関係の家庭よりも圧倒的に多い。こういった問題がいつまでも蓋をされたまま明るみに出ない。明るみにすると攻撃される。これではもう箸にも棒にもかからない。自浄作用などと言っている状態ではないと思います。私はこれは何度も言ってるんですけども、
家庭連合は全く反省しない詐欺的な集団であると言われるけれども、確かに過去に献金額が多いのを止められなかった。まあそれは宗教的に献金が悪いものではないとされているという理由だったとしても止められなかった。そこで何らかの弊害が生まれていた過程もあったかもしれない。ところが、それをコンプライアンス宣言というかなり厳しい改革で断行しましたね。それは事実だし、これは他の方が調査というか実数を出して、どれくらい裁判件数が減っている、あるいは被害の声を上げる人々が減ったかというのを数字で出していますが、これを共産党がやってますかと。最近では遺贈。要するに亡くなった時の、自分が持っていたお金をそのまま丸ごと共産党に渡すような、そういうのを彼らは推奨していて、実はもうそれも若い世代から、なぜ今まで私たちが質素な暮らしを強いられたり、いろいろな苦労をしてきたのに、そのお金、親たちが残したお金を共産党が全部持っていくのかと。なぜそれを私たちの声を聞かずに遺贈などという本人、共産党員の親たちの意向だけで決めてしまっているのかという声を上げている2世もいます。そういったものが全く改善されようとしてない。なぜ改善した家庭連合が過去に振り返って、過去に遡って、こんなことをしていたという印象論で解散命令に持っていかれたのかと。それは非常におかしな話ですね。常にそうなんですけれども、比較対象をちゃんと人々の前に提示すると、今行われている異様さというのがはっきりする気がします。それの一つの比較対象として、共産党問題というのは、これはイデオロギーが右である左である、自分の立ち位置がどこであるということと関係なく、非常にわかりやすいものだと思います。実は彼らがやっていることの中にあるという、いわゆるその正体隠しであったりとか、その二世問題であったりとかっていう、何かその要素があるという部分で、家庭連合を叩いてるっていうその構造が見えてくるんでしょう。まさにあれですよね。裏返し。裏返しね。裏返しですね。信徒を取材していて痛感するんですけれども、暴力的な活動をしてる人が皆無なんですよ、これ。信徒を直接取材するまでは、非常になんか暴力的、高圧的な態度で活動された人がいるんじゃないかと。ところが皆無なんです。それに比べてあまりにも共産党問題に関して言えば暴力的すぎる。これは対外的に自分たちと考え方や政治的な立場を異なる人たちに対する対外的な問題だけではなく、家庭内でも暴力的な例が多い。これはかなり深刻な。ただ、その一点を除けば、自分たちの裏返し、その立場、あるいは自分たちの思想といったものの裏返しにあるものを消滅させようとして動いたのが今回のバッシングであり、解散命令に流れる動きだったでしょう。これも暴力的ですよね。対話とか議論、もちろん成り立たないかもしれないけれども、言論でそれが行われたわけではないということです。非常に暴力的な扇動によって行われてしまった。それをマスメディアが許してしまった。国がそれに屈してしまった。誰が誰に対して何をしたか。ここが非常に明確な出来事だということですね。なかなか本質が見えてこない、冷静さを失ってしまった世論、そういったものが見えるわけですけども、加藤さんはこのようにこの検証を続けていきながら、最終的に何を訴えていきたいと思っていますか？
まずあれですね。なぜおかしな報道が生まれた。おかしな活動家の意見ばかりが世の中に拡散されて信じ込まれたのか。そして人々はなぜそれに乗ってしまったのかということを振り返る。そしてなぜその攻撃に対して政権が折れてしまったのかということを考える。その上で今回の辺野古の事故。これは私は事件って言った方がいいと思っているんですが、この出来事が非常に良い比較の対象になると思っています。この二つを見て思うのは、私たちの社会が宗教というものに対していかに真面目に考えてこなかったのか。日本人の多くは、その生活の基盤を神道的な考え方、あるいは習慣、そこに仏教的な価値観が乗った状態で、それを無意識のうちに行っている。これはキリスト教系の宗教を信仰されている方も、そのベースにキリスト教系の宗教の考え方があって自然に暮らしていらっしゃる。でもそれぞれの価値観、信じるものが違うから、どこかで衝突をしたり、あるいはすれ違いが発生している。こういった問題に関して、私たちの社会が今まで真面目に考えてこなかった。そういったところから宗教は悪である。宗教とはカルトであるといった人々の主張がまかり通ってしまったんじゃないか。そして宗教を笑い物にする人々もいて、そういうものこそが正しい批判や批評であるといった側面も社会の一部には確実に存在している。家庭連合の場合には活動家が暴走して、報道が暴走して、世論が暴走してしまった。歯止めをかけるものがなかった。辺野古の問題も我々が漠然と社会の中にあるキリスト教系の信仰の中で政治がかった活動、抗議活動、暴力的な活動をしている人を見て見ぬふりをしてきて、あたかもそれに正当性を感じる人もいた。これもまた宗教に対する無関心が生んできたものだと思うんです。そしてそれに対応する国、これは三権ですね。政治家、官僚、判事。この三者も非常に無意識であるし、非常に考えが足りなかったんじゃないか。だから、家庭連合の騒ぎに関して過剰な反応をしてしまう。一方的な反応をしてしまう。辺野古の事件だってこれからどうなるかわからない。これに対してストップをかける。どちら側でもですよね。これを正す側、あるいは助長する側、どちらもストップをかけるものがない。そういう状況を生み出してしまった。宗教はある時は悪であり、ある時は何か称賛され、なんか非常に軽薄なまま社会が受け止めてきたの。そのバックラッシュを今、家庭連合の問題と辺野古の問題が突きつけてるんではないでしょうか。これは一朝一夕に解決するものではない。ただし、それについて信仰の内容ではなく、私は特に外部の人間ですから信仰の内容は語れませんので、現象としていかにおかしいかということを社会、それから報道、活動家がおかしいということを表明してくるんですね。これはこういったことをやはり、各宗教からその信仰の内容はどうでもいいんでしょう、多分。社会はそこを求めていない。むしろこの社会といかに付き合うのかということを発言していかないと、この状態は是正されないんではないかと思いますね。2世の方に会うとどうしたらいいんですか。
質問を受けるとき私が常に言ってるのは、すべてこれから身の回りのことを記録してくださいということなんです。それしか我々はできない。我々はできること、一人の個人ができることは、出来事をありのままに感情や自分の思想を含めず、淡々と記録するだけ。一人の人間にできるのはそれだけだと思うんです。しかし、それを真面目にやってる人が世の中にはほとんどいません。それが一人一人の個人。これは信徒さんとしての立場。一人の信徒としての立場だけではなく、この社会の一人、一員、それから国の一員、世界に暮らしている人類の一員としてできることは、とにかく淡々と記録を集める。それをやってる人がいないんだから、それは武器になるんです。で、淡々と集めていけば、自分の思い込みに流されずに、何が今行われているのか、何が進行しているのか、そして自分は何をすべきなのかが見えてくるとはずなんです。で、それが結局のところ、定量的な考察、検証なんですね。だから私がこれでやった、検証暴走報道などでやってることは特別なことじゃないんです。人がやっていないから、とにかく情報をこまめに集める。それを蓄積する。それを、じゃあどうやって整理して全体を見たらいいんだろうなと考える。これだけなんです。これをやっていれば、確実に、ではどうしたらいいのか。それを持ち寄ってみんなで知恵を出し合えば、おのずと見えてくるんではないでしょうか。絶対おかしなものが見えてきます。何がおかしいかがはっきり見えてきます。それを強い言葉で言う必要はないんです。淡々とこれが何%でした。あるいはこれとこれはこうでしたということを分かった事実だけを伝えれば人は動きます。だから私たちにできることは多分それだけでしょう。多分神様や仏様は別だろうけれども、一人類としてできることはそれしかないはずなので、とにかく2世の方にどうしたらいいんでしょうかと言われるたび私はそう答えています。それだけで十分だし、それをやってこなかったのがやっぱり人類の失敗なんじゃないんですか。ですからそれを今分かった以上は客観的にとにかくやれば何が正しいか分かります。声の大きい人や威勢のいい人に流されずに済みますし、そういう人もいつか事実には負けます。それを信じることが重要なように感じます。真実、事実を一つ一つ積み上げていく、その努力が重要だと。そしてまたしっかりとした検証、冷静になった検証が願われているということを強く感じました。ありがとうございました。ありがとうございました。